こんばんは、ナミです。今日もお疲れ様でした。もう布団に入ってる人もいるかな？それともまだお部屋でゆっくりしてる感じ？今日はちょっとびっくりする話から始めたいんですけど、聞いて。マジでびっくりすると思います。実はね、この前ネットで見たんですけど、日本のビッグマックの値段知ってますか？今だいたい450円くらいなんです。で、これが他の国だとどうなってるかっていうと、アメリカだと約900円、スイスだとなんと1200円。嘘でしょって思いました。でもね、これ本当の話なんです。同じハンバーガーなのに国によってこんなに値段が違うんですよ。やばくない？それでね、もっとびっくりする話があって、スターバックスのラテ、日本だと500円くらいで飲めるんだけど、でもさ、ニューヨークだと700円以上するらしいんです。ロンドンだと800円。マジで？って感じです。あとね、アメリカから日本に旅行に来た人がインスタグラムに投稿してたんだけど、日本のラーメンめっちゃ美味しいのに1000円。安すぎるって。こっちからするとラーメン一杯1000円って結構いい値段です。でもアメリカだと同じくらいのクオリティのラーメンが2000円とか2500円するらしいんです。わあ、そうなんだって思いました。そう考えると、確かに日本は安いのかもって。それでね、もっと調べてみたら面白いことが分かって、ディズニーランドのチケット、日本だと1日券が9000円くらい。でもカリフォルニアのディズニーランドだとなんと約1万6000円なんです。倍だよ。倍。うわぁ、高すぎって思いました。香港のディズニーランドも約1万1000円くらいするんですって。それ考えたら日本のディズニーランドってめっちゃお得じゃん。でもね、ここで不思議なことに気づいたんです。日本のディズニーランドに行くとき、私たちは高いなって思います。9000円って結構大きな出費ですもん。なんかね、感覚がおかしくなってくるというか、日本で暮らしてる私たちにとっては高いと感じるものが、外国の人からすると安い、お得になるんですよね。この差ってすごく不思議だなって。あ、もう一つ面白い例があって、タクシーの初乗り料金、日本だと500円くらいなんだけど、でもニューヨークだと700円、ロンドンだと900円くらいするんです。
そして日本のタクシーってすごく綺麗で、運転手さんも丁寧なんですよ。だから500円って外国の人からしたら信じられないらしいんです。へえ、そうなんだって思いましたよね。私たちにとっては普通のことなのに。それでね、ホテルの値段も全然違うんです。東京のビジネスホテルって一泊7000円くらいで泊まれるんだけど、でもニューヨークだと同じくらいのレベルのホテルが2万円とか2万5千円するんですって。マジでって感じ。3倍以上ですよ。これ聞いたとき、そりゃ外国の人が日本に来たくなるよなって納得しました。だって何もかも安く感じるんですもん。ご飯も美味しい。ホテルも安い。交通機関も便利で安い。しかも日本は安全だし、清潔だし、観光するには最高の国ですよね、日本って。でもさ、ここからが本題なんですけど、この日本って安いんだっていう話、外国の人にとってはすごく嬉しいことですよね。旅行するのに最高の場所だって。でもね、日本で暮らしてる私たちにとってはどうなんでしょう。実はね、この安い日本っていうの、私たち日本人の生活が良くなってないっていう証拠でもあるんです。どういうことかっていうと、さっきいろいろな値段を比較したじゃないですか。ビッグマックとか、スタバとか、ディズニーランドとか。日本は他の国より安かったですよね。でもね、これって言い方を変えると、日本の物価がずっと上がってないってことなんです。他の国では物の値段がどんどん上がってます。それに合わせて給料も上がってるんです。だから高くても買えるんですよね。でも日本は違います。物の値段はここ30年くらいほとんど変わってないんです。そして給料も上がってない。これが問題なんですよね。私たちの給料が上がってないから、物の値段も上げられません。物の値段が上がらないから、会社の利益も増えない。会社の利益が増えないから、給料も上げられない。完全に悪循環でしょ？だから、外国の人から見たら、日本って安いって喜ばれるけど、私たちの生活は全然楽にならないんです。むしろきつくなってる気さえします。
なんかね、この前スーパーに行った時、すごく感じたんですよね。卵が1パック200円以上してて、高いなーって思ったんですけど、よく考えたら、これでも他の国と比べたら安いのかもしれないって。でも私の給料は変わってないから、やっぱり高く感じるわけで。そうそう。給料の話で言うとね、日本の平均年収って今430万円くらいらしいんです。で、これが30年前とほとんど変わってないんですって。マジで30年間ずっと同じくらいなんですよ。その間にアメリカの平均年収は3倍くらいになってるし、韓国も2倍くらいになってるんですって。でも日本はほぼ横ばい。びっくりですよね。なんでこんなことになるのかって、いろいろ理由があるらしいんですけど、難しい経済の話になっちゃうから、全部は説明できないんですけど、簡単に言うと、日本の会社が給料を上げられない状況がずっと続いてるんです。それで、物の値段も上げられない。だから、外国と比べて安いってなるんですよね。でもさ、私たちからすると困るわけで。だって生活費は確実に上がってますもん。電気代とかガス代とか携帯代とか、あと食費もじわじわ上がってる気がします。この前ね、いつも買ってるお菓子のパッケージ見たら、内容量が減ってたんですよ。値段は同じなのに、中身が少なくなってる。これって実質値上げですよね。実質値上げというのは、値段を変えずに商品の量を減らすことで、実際には値上げと同じ効果があることです。なんかね、ちょっと悲しくなっちゃいました。同じお金払ってるのに、もらえる量が減ってるって。でも、お店の側も大変なんだろうなって思います。材料費とか、輸送費とか、いろいろ上がってるでしょうし。それでも値段を上げると売れなくなるから、量を減らすしかないんですよね。みんな苦しいんだと思います。会社も、お店も、そして私たち消費者も。ところで、最近面白いことに気づいたんです。コンビニとかスーパーで外国の人をよく見かけるようになったんですけど、その人たちがカゴいっぱいに商品を入れてるんですよ。お菓子とかインスタント食品とか化粧品とかめっちゃ買ってるんですよね。それ見て、日本の商品って安いんだなって実感しました。外国の人にとっては
まとめ買いしても全然お得なんでしょうね。でも私は今月の食費あと1万円しかないから節約しなきゃって考えながら買い物してるわけで、なんていうか同じ場所で買い物してるのに感覚が全然違うんですよね。不思議だなって思います。もう一つ気になることがあって、日本の若い人たち、私も含めてですけど、将来に対して不安を感じてる人が多いと思うんです。給料が上がらないから、貯金もなかなかできません。結婚とか、子供とか、マイホームとか、そういうの考えると、無理かもって思っちゃいます。私の友達も、結婚したいけど、経済的に厳しいかなって言ってました。確かに、一人で生活するだけでも大変なのに、二人分となるとね。もちろん、二人で働けば収入は増えますけど、それでも余裕があるわけじゃないです。子供ができたらもっとお金かかるし、教育費とかめっちゃ高いって聞きますもん。だから子供は難しいかなって考えちゃう人が多いんだと思います。これって国にとっても問題ですよね。少子化がどんどん進んじゃう。でもね、私たちだって好きで子供を作らないわけじゃないんですよ。経済的に不安だから踏み切れないだけで、もし給料がもっと上がって生活に余裕ができたら、きっと考え方も変わると思うんです。でも現実は厳しいです。給料は上がらないし、物価は少しずつ上がってるし、どうしたらいいんだろうって考えちゃいます。でもさ、文句ばっかり言ってても仕方ないですよね。だから自分でできることを考えないとって思うんです。節約するとか、副業するとか、スキルアップするとか。私もこの YouTube を頑張ってるのはそういう理由もあるんですよね。少しでも収入を増やしたいっていう。それに好きなこともできるから一石二鳥かなって。みんなも何か自分でできることを見つけるといいと思います。今の時代、いろんな働き方があるし、チャンスもありますから、諦めずに少しずつでも前に進んでいきましょうね。それでね、話を戻すと、安い日本っていうのは、外から見たら魅力的かもしれないけど、中で暮らしてる私たちにとっては、必ずしもいいことじゃないんですよね。むしろ私たちの生活が良くなってない証拠だったりします。でも悪いことばかりじゃないと思うんです。外国の人がたくさん来てくれることで経済が動いてるし、新しい仕事も生まれてます。
観光業とか飲食業とかいろいろ潤ってるところもあるはずです。それにいろいろな国の人と交流できるのはすごく素敵なことだと思います。私もこの YouTube を通じていろいろな国の人とつながれてるのが嬉しいです。だから一概に安い日本が悪いとは言えないかな。ただ私たち日本人の生活ももっと良くなってほしいって心から思います。給料が上がって将来に希望が持てるようになったらきっとみんなもっと笑顔になれると思うんですよね。そのために私たちができることって何だろう。政治とか経済とか大きなことは私にはよくわからないんですけど、でも一人一人が意識を持ってできることをやっていくのが大事なのかなって。選挙に行くとか、社会のニュースに関心を持つとか、そういう小さなことから始めればいいと思うんです。私ももっといろいろ勉強しようって思ってます。日本のこと、経済のこと、世界のこと、知らないことだらけだから少しずつ学んでいきたいなって。そしたらきっといい未来が作れると思います。あ、そういえばこの前電車に乗ってきた時のこと。隣に座ってた外国の人が友達と楽しそうに話してたんです。スマホで写真を見せ合いながら、これ買った、あれも買ったってめっちゃ嬉しそうでした。日本で買い物するのが楽しいんだろうなって思いました。それ見て複雑な気持ちになったんですよね。嬉しいような、でもちょっと寂しいような。だって私たちは毎日どうやって節約しようかなって考えながら生活してるのに、外国の人は安い安いって喜んで買い物してるわけでしょ。でもそれが現実なんですよね。これが今の日本の姿なんだって。受け入れるしかないけど、いつかは変わってほしいなって思います。日本がもっと豊かな国になって、私たちの生活も良くなってほしいです。そのために私も頑張らなきゃって思うんです。できることは小さいかもしれないけど、諦めたくないです。きっといつか報われる日が来ると思いますから、前を向いて歩いていきます。ちょっと真面目な話になっちゃったけど、でもこれが私の本音なんです。日本で暮らしてる一人として思うこと。みんなはどう思いますか？安い日本って聞いてどんなことを考えますか？いろいろな意見があると思うんですけど、でも大事なのはこういうことについて考えることだと思うんです。無関心でいると気づいた時には手遅れになってるかもしれませんから。ここまで聞いてくれて
ありがとうございます。結構重たい話になっちゃったかもしれないですけど、でも伝えたかったんです。日本の現状と私たちの生活のこと。外国の人から見たら安い日本でも私たちにとっては決して楽じゃないってこと。でもね、希望は捨てない。現状は厳しいけど、私たちにできることはあります。一人一人が意識を持って行動していけば、きっと変わっていくと思うんです。時間はかかるかもしれないけど、諦めずに頑張ります。私もこの YouTube を通じてできることをやっていくつもりです。日本のこと、もっとたくさんの人に知ってもらいたいし、日本で暮らす私たちのこと、リアルな声も届けていきたいです。みんなも応援してくれると嬉しいな。これからもよろしくお願いします。今日は安い日本についてたくさん話してきましたけど、最初に言ったビッグマックやスタバの値段の違い、覚えてますか？日本は他の国と比べてかなり安かったですよね。でもそれは私たちの給料が上がってないからだっていう話もしました。そして私たちの生活は良くなってないどころか、むしろ厳しくなってるって。これが今の日本の現実なんです。でもね、だからって落ち込むだけじゃダメだと思うんです。現状を知って、理解して、そして自分にできることを考える。それが大事ですよね。私もまだまだできることがあるはずです。もっと勉強して、もっと発信して、もっといろいろな人とつながって、少しずつでも前に進んでいきたいなって。それじゃあ今日はこの辺で。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。また次回もいろいろな話をしていきたいと思ってるから楽しみにしてくださいね。おやすみなさい。いい夢見てね。明日も素敵な一日になりますように。バイバイ。